政治家の給料が下がることは僕が知る限り一度もないです。政治家の給料を上げようっていう法案を政治家が決めるんですよ。それは通るでしょみたいな。だから政治家の給料を下げようとかっていう法案が通るわけがないんですよ。現在、看護専門学校に通っているんですが、中だるみが目立ち、成績がどんどん落ちていく一方です。自分としては奨学金も借りているので、残り2年間の学校生活を何とか頑張って卒業したいんですが、一方ではもうやめて他の道に行こうかとも考えてしまっています。しかし、どちらかというとやめたくない気持ちの方が強いです。やる気を出す方法やメンタル面の管理、効率のいい勉強法などご用意いただけると幸いです。無理です。なんで無理かって言ってると、あの、要はスパチャで1600円払って効率の良いやり方とかやる気が出る方法というのが手に入るのではないかというふうに考えている時点で無理です。あの結局勉強って地道に先生に言われたことをやるという王道が一番効率いいんですよ。で、そうじゃない、なんかお金を払ったりしたら、なんかすげえ楽な方法あるんじゃねみたいな抜け道を探してる時点でもうその道を進んでる時点で無理です。要は抜け道はない、ちゃんとやるべきことを地道にやるしかないんだっていう風になったら、人は成長していって、きちんと勉強もできるようになるんですよ。でも専門学校とか2年だから多分あと1年ですよね。なので、そのあと1年の段階で何か抜け道があるんじゃないか。金を払えばなんとかなるんじゃないか。みたいな、その考え方を変えない限りは残念ながら失敗すると思います。で、その一方ではやめて他の道に行こうかっていうのも多分失敗します。要するに看護学校が勉強するのだりーから失敗するけど、でも俺他の道に行きたいから看護学校行きたいわけじゃないんだよね、みたいな。なので俺は本当はなんかミュージシャンになりたかったんだよ。看護とかマジどうでもいいんだよ、みたいな。要は自分のやりたくないことというのの目の前から逃げ出して別のところに行くというのを正当化しようとしてるだけなんですよね。なのでその正当化をした結果、多分また何かでじゃあ音楽の道行くんだって言っても、結局じゃあバンドとかで人間関係がありますとか、金がないからバイトをしながらスタジオ代を払ってちょっとずつやらなきゃいけませんとかっていうので、やっぱり苦労は多いんですよ。で、そこで逃げたら、また新たな言い訳を見つけて新たな道をっていうので、ずっと逃げ続ける人生になってしまうと思うので、なので、逃げ続けるというより、必要なものは必要だよね。じゃあ辛いけど努力するかっていう覚悟を決めるという習慣を早めにつけた方がいいです。逃げ続けて30ぐらいで覚悟を決めて、やっぱりちゃんとやんなきゃって変わる人もいるんですけど、でもどうせそこの覚悟を決めるという習慣をつけるのであれば、それは早めにやった方がいいので、せっかく今奨学金をもらっていて、看護師の資格を取るとその後一生食いっぱぐれることはないので、なので今の時点で覚悟を決めた方がいいと思うので、なんか酒飲んでダラダラ喋ってるおっさんのなんか YouTube 見てスパチャを投げるぐらいだったら、とりあえずさっさと寝て、明日の学校ちゃんと行って、授業出て、成績下がってるんですけど、どうしたらいいですかっていうのを先生に相談してください。先生は成績上げるにはどうしたらいいかっていうのは僕よりも詳しいです。なんで、しかも別に1600円払わなくても教えてくれます。なので、明日ちゃんと専門学校行ってください。以上です。夜間もやってる託児所を作りたいと思っています。儲けはほぼないからやめた方がいいとすでに始められている方から言われました。儲けだけのためではないとはいえ、儲けがないと張り合いがないのも確かだし、次のステップはつなげるため少しでもプラスになればなと思います。何かいい方法ありますか？やればやってみないと儲け方は分かりません。今やってる人は多分儲け方がうまくなかったので、客はいるけど儲けられないって話だと思うんですよ。で、客がいるんだったら儲け方というのは考え方次第です。例えば、多分周りが貧乏人しかいないと思うんですけど、例えばじゃあ金持ちですと。で、金持ちのシングルマザーでキャリアウーマンですみたいな人が、じゃあ保育園に行って、でも、今日ここ3時間なんとか預かってほしい。で、保育園を受け取りに行くとかもできません。5万円ですって言ったら、じゃあ5万払うわって人いるんですよ。で、大抵知り合いとかだと思うんですけど、知り合いにもなんかあんまり負担かけるの良くないよねっていうので、それが赤の他人でも5万でやってくれるんだったら、じゃあ5万円渡すから保育園行って受け取って3時間なんとかして3時間後にその子供連れてくれるんだったら全然ありっていう需要もあるんですよ。でもそういう需要の掘り起こしというのをちゃんとやってないから、なんか普通に保育園の延長線で1時間1000円で預かってくれるんでしょとか1時間2000円で預かってくれるんでしょっていうのをいくら集めてもそれは儲からないんですよ。なので、緊急であるとか金持ちであるっていうところにターゲットを合わせて、そこで別に5万でも10万でももうやってくれるんだったら何でもいいっすっていう人って世の中いるんですよ。年収2000万超えると別に5万10万でどうでもいいと思ったりするので、要は自分が本当に重要だと思うことに金を使うんだったら、別にそれは額の問題ではないという考え方に変わるんですよ。要はこのプロジェクトっていうのが自分の名声とか責任とかがかかってるから、
これがうまくいくんだったら5万10万経費だよねと。例えばじゃあこれが1000万円儲かるんだったら20万払っても全然 OK じゃないですか。でもここの打ち合わせを外したらこのプロジェクトが本当に頓挫するってなるんだったら20万円でうまくいくんだったら全然 OK って話になるので、そこの金銭感覚の違いっていうのはその庶民の延長線だと見えなかったりするんですよね。なのでまず託児所っていうのを運営してこういうふうに託児所夜間回すんだって分かった上で、じゃああとはターゲットを見つけてそこからいかに高い金を取るか。でもその5万10万高い金っていうのはなんか悪いよねっていうふうに庶民は考えがちなんですけど、金持ちにとってみたらこの時間やってくれるんだったら5万10万全然ありなんですよ。だから例えばじゃあその結婚相手とディナーに行きたいです、シングルマザーです。でその結婚相手がじゃあその突然なんか君はどう生きるかって映画が見たいって言い出したら3時間もう家の鍵渡してでもいいからなんとか子供見てて、でもこれ見てくれたら結婚できるかもってなったら別にそのなんか映画見てる間の3万円とかでも全然ペイできるよねっていう考え方もあるんですよ。なのでそこら辺のその需要供給の考え方っていうのもビジネスしてみないと分かんないので、なのでまずはやってみるといいんじゃないかなと思います。国民の政治参加を促し、より社会、より社会にするための社会システムを考えました。学習票直接民主制です。KYC とブロックチェーンで個人情報を保持、それぞれの社会問題について AI で出力した事実関係の動画で学んだ問題について投票できるシステムです。投票することでベーシックインカムの報酬がもらえます。実現のため、玉木に詳細なメッセージを送ってみました。ヘルクさんの意見や実現のための方をお聞かせください。ですね、こういう社会システム、こういう投票にした方がいいんじゃねっていうのを、言う人とかアイディアを出す人って世の中いっぱいいるんですよ。で、例えばその少子化問題があるので、じゃあ子供にも選挙権を与えてしまおう。では0歳から18歳にも選挙権を与えてしまって、代わりに親が投票すると。なので0歳から18歳の子供がいる人を2票にすれば、その子供を優先した政策っていうのができるんじゃねみたいなアイデアを出す人とかもいっぱいいるんですよ。なので、こういう投票システムにした方がいいよねというアイデアというのは世の中にいっぱいあるし、今よりも良いアイデアというのはいっぱいあると思います。でもできません。要はそのいい選挙システムがあるからその選挙システムを日本人が採用するわけではありません。まず選挙システムというのは日本の与党の政治家が決めます。なので自民党の今の政治家が自分たちがより幸せになる政治システムというのを選びます。なので例えばじゃあその子供に2票、その子供の票も入れて大人2票ってなると、そうするとその少子化対策をしようぜって言ってる政治家が受かって、今までのその少子化対策なんかどうでもいいよって言ってるような政治家は落ちる可能性があるんですよ。で、高齢者の、80代の人たちとかが議員になってますけど、どんどん若い人に選挙権を与えると、じゃあ20代とか30代とかの俺たちの代表を送り込もうぜっていう人たちが受かってしまうんですよ。要は20代、30代の人が1人受かるということは、高齢者の議員が1人落ちるってことなんですよね。なので、要は今政治家の権力がある人たちというのは自分たちの権限というのが減らすような形の政策とかその法案というのは基本一切通さないと思ってください。なので政治家の給料が下がることは僕が知る限り一度もないです。今回もまた政治家の給料上がるんですけど、だからその政治家の給料を上げようっていう法案を政治家が決めるんですよ。それは通るでしょみたいな。だから政治家の給料を下げようとかっていう法案が通るわけがないんですよ。で、大阪の方で、大阪のその議員の人数を減らそうっていうのが通ったんですけど、これはすごい珍しい例で、ではその議員さんの定数を減らしたら議員が減ってしまうから、そうするとそのなんか議員の人たちがいやいや俺の席なくなって無職になるの嫌だよっていうので基本反対するんですよ。なのですごく珍しいんですけど、大阪の場合は大阪維新が圧倒的に強いので議員定数を減らすことによって結果として維新の政治家は受かるけど維新じゃない政治家が落ちるという可能性があるんですよ。なので大阪の維新の場合はそこを通すっていう形で成立したっていうのがあるのでかなり珍しい例なので、なので基本的にはその政治家っていうところの人たちが損をするという構造には全くならないと思っていただければいいんじゃないかなと思います。